魔女漫画、世界で一番悪い魔女。漫画家は草川成先生です。あらすじです。主人公のクインタは300歳超えで同業殺しも厭わないと噂される魔女でした。しかし彼女にはある秘密がありました。実年齢は16歳で、1日3回しか魔法が使えないのです。そんな彼女の目的は世界で一番悪い魔女でいること。そこで出会ったのがギルロイ教授です。彼はこの世界特有の生き物であるマカク類ホラントラーを研究する若き天才学者でした。ちなみにこのホラントラーは国立科学博物館で見た大津の塚の骨格標本がモデルだそうです。研究成果をめぐり魔法使いたちから狙われる教授はクインタが連れている巨大なホラントラーに興味を示し、ボディーガードを依頼します。教授のボディーガードをすれば自分の悪名がさらに高まると思ったクインタは教授と契約し、研究結果の登録地である賢者の図書館を共に目指すことになります。おすすめポイントは3点。1つ目はギルロイ教授の性格です。若くして博士号を5つ持っている天才的な学者であるギルロイは人一倍知的好奇心が旺盛です。知的好奇心を満たすためには人の気持ちも考えず突き進むところがあり、300歳だと聞いているのに優美な反応をするクインタに許可もなくキスをしたり、大魔女なのに1日3回しか魔法が使えない謎大きくクインタに執着し始めたりします。2つ目のおすすめポイントはクインタの教授に対する態度です。少女漫画であるため主人公クインタと教授がいつか結ばれるのではと想像しながら読み進めますが、最初のクインタは恋愛的な意味で教授に好意を抱いてはいません。いつも適当に付き合っては飽きて別れるという教授の恋愛観を耳にしていたり、教授の普段の感じの悪い発言が原因ですが、そのすぐに好きにならない感じが現実味があって良いなと思いました。ファンタジー兼少女漫画でありながら登場人物の心理描写に無理がない点が好きです。最後3つ目のおすすめポイントは2人の旅路です。2人の旅の目的地は賢者の図書館です。ここで教授の頭の中にある研究結果を登録できれば旅は完了。秘密を知られないように気をつけるクインタと暴こうとする教授。2人の駆け引きにドキドキしながらもお話の終着地点が読者にも教えられていることでストレスなく読めます。クインタと教授は無事に研究結果を図書館に登録できるのか、7巻で完結済みのクインタたちの冒険をぜひご一読ください。